こんにちは、アンナスです。今日はセリアで買ってきたクマのトートバッグがあるんですけど、セリアばっかりですね。トートバッグもセリアです。このクマの柄をなんかちょっと上から刺繍してみようかなと思うので、どうなるか、では手元の方にどうぞ。はい、では今日はちょっといつもと違うんですけど、クマのトートバッグを買ってきました。で、これを刺繍します。これに、ちょっと手を加えてテディベアにしようと思います。なので足の裏に丸を描き足して、でこれなんかつながってるんですけど、お腹をちょっと丸くしようかな。お腹丸くして、それで全部こうついでる、こういう感じ。3枚はぎの顔で、パーツがね、手と足と全部こう違うっていうやつで、ちょっと目の位置は自分好みに変えようかなと思います。これも可愛いですけどね。で、刺繍枠をはめて、で、色はこんな感じで、リボンはこの色にしようと思います。青ですね。で、目とか、なんか耳とか鼻とか、口はないか。そのあたりは焦げ茶で刺繍します。2本取りで刺繍していきます。で、最初の刺し始めはちょっとどっかに入れて始めようと思います。やっぱりこの布地がちょっとこう目が粗いですね。やっぱ100円均一なんで、そんなに物は良くないですけど、まあでも刺せます。結構張りがあるんで刺しやすいといえば刺しやすいかもしれない。ファブリックカレンダーと結構似てるかもしれないです。はい、これで裏に絡めて、で次が白っぽい、真っ白ではないです。白っぽい糸でどうしようかな。放射状に刺していきます。鼻を避けながら放射状に刺すときはガイド線の先に入れておいて間を埋める。だから2本刺しといて上下に、で間を埋めて、でまたって感じでこうぐるっと一周やっていきます。はい、ではここの白い部分ができたので、今度は茶色で顔の部分を刺繍していきます。ちょっと目がもう潰れてしまいます。ちょっと後からフレンチノットステッチで上から自分の好きな位置にちょっと目を入れようかなと思います。なのでちょっともうね、申し訳ないですけど。で、この線は、できるだけ見えないようにしたいんで、線の外側を刺すようにしてください。で、まず顔の真ん中はこうやって横に入れて、で、左右はちょっとそこの左右の斜めに刺していきます。
はい、では、顔ができたので、今度は耳の中を茶色で焦げ茶色で刺繍します。ちょっとこっちはもう絵がないんですけど、なんか片方だけあるのも変なので、ちょっと横横っていうんです。斜め斜めに少し。これで糸を渡らせるとトートバッグでカバン使うかもしれないから、こうやって中糸通して移動して反対側も刺していきます。で、なんかこうイラストだからちょっとこうね、このままやるとおかしくなるんで、今刺繍した自分の刺繍に合わせてちょっとサイズを変更します。左右対称になるようにバランス見ながら足していきます。で、足の裏焦げ茶がいいかな。白なんかアライグマみたいになる焦げ茶にしようかな。じゃあもうここは糸を渡らせないとしょうがないんで、ここの顔の中はちょっとくぐらせて、でこっからは糸渡ってもいいです。どうせまた上から刺繍が入るんで、丸2つを刺していきます。真ん中に基準を入れて上と下と半分ずつ埋めます。はい、では足もできたので、耳のこの外側を刺していきます。裏こんな渡り糸になってますけど、ここは塗りつぶすので大丈夫です。放射状にこの鼻の周りみたいに刺すか横横に刺すかなんですけど、横横に刺した方が楽といえば楽なんですが、どうしようかな。横横に刺します。楽な方でいきます。でも放射状に刺しても耳がふさふさして可愛いと思うんで、もうこれは好みで変えてください。放射状の刺し方は鼻と一緒なんで、横横に刺す場合はこうやってずっとこう横っていうんですか、こう見ると横ですね。こっからずっとこう横に刺して、長くいけそうだったら一気に長いのを入れます。はい、ではだいぶクマっぽい感じが出てきましたね。で、ちょっとリボンを描くのをすっかり忘れていて、この辺にお腹もね、こう2枚はぎのクマさんにしようと思うんで、はい、ここに三角形をちょっと大きめが可愛いかな。ちょっと大きくしよう。はい、ちょっとブラウスの襟みたいになりましたけど、多分刺繍すれば大丈夫。でリボンは三角形なので、こういう風に上下ステッチを入れておいて、であと放射状に間を埋めていきます。はい、リボンができました。
そしたら次は向かって右側の腕を刺していきます。ちょっとね、ここからサテンステッチがすごい、もうすでにサテンステッチだらけですけど、さらに面積が大きいので、ちょっと時間かかるかもしれないですね。まずとりあえず基準を入れて、この向きで刺していきます。これ縦だとね長すぎるんで横ですね。でちょっとこう放射にこうなるといいかなと思います。少しずつ向きが変わるのは OK です。線を隠すように線の外側を刺していきます。はい、では手ができたので今度は足に行きます。この右側の足です。でこの足のここの線があるんで、線のこの端から放射状にどうしようかな、放射状に刺します。でここの鼻と一緒でこうぐるっと一周して戻ってきたら、この線より下側は一気に長く入れてっていう感じにしようかなと思います。だからここ足の線ちょっと足しといてくださいね。でこの辺からぐるっと一周線の外側を刺していきます。この足のなんていうんですかね、この奥側は、ここ一気にやらないで、こうやって差し分けると、ちょっとこう足のこういうなんていうんですかね、L 字っていうんですか、なんかこうつま先と足首のこの違いが出るかなと思います。ちょっとやりすぎたかな。まあいいや。じゃあ次に行きます。次はここはもう完全になんかこういう絵だからもいいです。ここで切ってもう完全に放射状に刺してください。なんかここはちょっと変なことしましたけども、こっちは完全に放射で大丈夫です。こういう感じ。ちょっと今ガイド線を入れてるんですけど、で後で間を埋めます。だいたいこういう感じでこう一周ぐるっと刺していきます。はい、ではできたのでお腹を刺していきます。でお腹も真ん中に線があるんで、右と左と刺して、で最後に奥の腕を刺していきます。で全部横横でもう1、2、3の順番で刺していきます。では、はい、もう全部塗りつぶせたんで、あと目を刺繍していきます。ね、最後にちょっと残してました。私はだいたいこの辺どうなんだろう、もっと近い方がいいのかな。はいはいはい。この白い丸の付け根、この元の絵はこのちょうど線のちょうどここちょっとね内側寄りなのでどこがいいのかなと思ったんですけど、ちょっと私はここにします。離れてるところにします。ただ
この白の付け根のこの白いところの溝にやってみます。2本取りでフレンチノット2回巻き。あ、ここです。目難しいですね。ここだった。ここですね。はい。おー、かわいい。これで、ちょっと中通しますね。この2つの線のちょい外側で、白い丸にくっつける。よかった、こんな感じで。最後ね、だるまみたいにその目を入れるの結構緊張しますけど、まあでもフレンチノットだから一回入れてみて、変だったらもうすぐ切っちゃって、いくらでもやり直せるんで、ちょっと一発でやろうとしないでいろいろ試してみるといいんじゃないかなと思います。はい。全然変わりましたね。ちょっと皆さんも、塗りつぶしてください。若干大きくなった気がする。もっとちっちゃい感じだった気がするけど、ちょっとここ上のペン消します。ね、いい感じですね。よかった。ちょっとドキドキしましたけど、近くで見るとこんな感じ。ね。ちょっとアイロンして綺麗にして、はい。皆さんもぜひやってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。